皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の9月の10日火曜日ですね。時間がまたしても遅れまして、日本時間の夜の9時19分と18分ですかね。ということで、約50分ぐらい遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしてましたように、昨日がナンバー1ですんで、今日はナンバー2ですね。マスコミが記事の中で隠す重大な秘密とは何かと。ナンバー2として、マスコミは英国を民主主義のモデルと美化しているが、全くの嘘であるというのが今日のメインテーマです。今日のワイワイニュースライブは通算でですね、2848回目ということで、一元放送で、ツイキャステレビ、正面からですね、現時点で映像も音声も問題なく配信されているということです。で、昨日から、Facebook の8回目のですね、30日間利用停止処分が解除されたんですけど、おそらくもっても2、3日ですんで、二元放送はあえてしないということで、この一元放送、そして、YouTube に、必ず翌日ですね、表紙を作ってもらってアップされてますんで、それで十分だろうということです。今日のメインテーマですね、これはナンバー2で先ほど言いましたね。ということで今日の火曜日の放送を始めたいと思います。最初のコラムですね、今日の最新のお知らせとして、昨日月曜日、ワイワイニュースライブで放送しましたメインテーマですね、ナンバー1ですね。マスコミが記事の中で隠す重大な秘密とは何かと。ナンバー1と。これ、2つの記事を取り上げて、それぞれの記事の中で決して言わないこと、マスコミが隠していることは一体何かというのを取り上げたんですね。で、それの表紙、YouTube 向けの表紙がこういうふうに、作ってもらいました。マスコミが記事の中で隠す重大な秘密とは何かということですね。で、昨日の放送の中で、取り上げた記事、一つは、何でしたっけね。中国の中央銀行と、中国の中央銀行である中国人民銀行が、預金準備率を13.5% から0.5% 低くして13% にすると、今月の16日から市中銀行に対する、いわゆる強制的なですね、預金総額の一定割合を中央銀行に予託するというのが預金準備率なんですね。それを 0.5% 下げて 13% にするというのが日経新聞の記事にあったんですね。で、ここで言われているのは一体何かというと、言われてないことは一体何かというと、それじゃあ日本の日銀が市中銀行、民間銀行に貸している預金準備率というのは一体いくらなのかと。あるいはアメリカの FRB、あるいはヨーロッパ EU の中央銀行である ECB、あるいはイギリスの中央銀行であるイングランド銀行のそれぞれの法定準備率は一体いくらなのかというのは一切書いてないですね。で、それはずっとですね、同じなんですね。各国横並びということで 1% なんですね。それじゃあ 13% と中国の 13% とそれじゃあ 1% の日本、アメリカ、EU、イギリス、この差はなんでこれほど巨大な差があるのかということの不思議に関しても一切説明ないということなんですね。で、日経新聞の記事では13.5% から13%、0.5%
の法定準備、えーえー中央銀行に予託する準備法定準備率を0.5% 低くすることによって市中銀行が手にする、預金金額が増えるんで、それだけ景気の下支えになるという意味の記事だったんですけど、彼らは決して言わないのは、この法定準備率というのが実は1% の場合は100倍、13% の場合は7.69倍、例えば 2% の法定準備率だと50倍なんですね。それは何かというと、信用創造の倍率なんですね。で 1% の法定準備率しかない日本、アメリカ、EU、イギリスは、市中銀行はですね、自分預金者が預けた預金総額の 1% だけをですね、中央銀行に予託すると、たちまち100倍の余震が与えられるということなんですね。そして100倍の余震に対して高い金利をつけて、個人、企業、地方自治体、政府に貸し付けると。そして、金利収入を得るということが可能なんですね。で、例えばですよ。例えば 13% の中国の法定、準備率の場合は、信用創造の倍率が 7.69 倍ですから、100倍の日本等々と比べたら、信用創造の倍率は極端に低いわけですよね。ということは、市中銀行にとってはそれほどのメリットはないということなんですね。それじゃあ一体この差はどっから来るのかと。一方は100倍の信用創造の倍率を保証されている民間銀行と、それからたった 7.69 倍の倍率しか保証されていない中国の市中銀行、民間銀行、この差は一体どこから来るのかということを、当然ながらマスコミは一切書かないんですね。でそれは、昨日の記事でも言いましたように、日本 FRB、ECB、イングランド銀行は全て、ある国際金融マフィアの実質的な支配管理下に置かれているから、彼らの源泉である民間銀行が最大の信用創造特権を活用できるように、法定準備率を 1% という極端に低くしているわけですね。100倍の倍率の信用創造を保証するためで、他方中国はまだですね、まだある国際金融マフィアの支配管理下に置かれてないと。中国の中央銀行も中国の市中銀行、民間銀行もまだですね、置かれてないという状態なんで、本来の法定準備率の役割として、景気の下支えをすると、豊富な資金を市中銀行に回すということですねがまだ可能になっていると。ほぼ中国以外はほとんど全ての国の中央銀行はこのロシアの国際金融マフィアの実質的な管理下に入っちゃった。その総本山がバーゼルにある、スイスバーゼルにある BIS という国際決済銀行という正体不明の中央銀行の中央銀行なんですね。だからロシアの国際金融マフィアはこれを握っちゃってるということなんで、実質的に全世界
180カ国の中央銀行を実質的に支配下に置いているということなんですね。それからもう一つ何でしたっけね。ちょっと待ってください。完全にすっぽ抜けましたね。昨日の昨日のそうか、そうだ、来年度予算、財務省が概算要求をまとめたということで、マスコミの記事として、来年度、2020年度の国の予算は史上最高の105兆円の歳出規模になるという記事なんですね。でこの記事で日経新聞の記事を取り上げたんですけど、この記事で全く触られてないのが一般会計の陰に隠れて国会でもあるいは国民の目にも一切詳細が明らかにされてない、完全に隠されている歳出規模2倍の200兆円規模の特別会計という自民党政治家国家官僚メガバンク経団連大企業の財布になっている特別会計に関しては一切触られてないと。一般会計の倍の歳出規模のある特別会計のことを一切言わないで、その半分の歳出規模しかない一般会計のことをですね、ことしか記事にしてないというのは全くのこれは陰謀だろうと、謀略だろうと。特別会計というのは全くのマスコミあるいは野党国会議員あるいは御用学者にとって最大のタブーであり存在しない、会計なんだということを取り上げたと思うんですね。で今日はナンバー2ということでイギリスですね。イギリスがいわゆる民主主義の手本であると、議会制民主主義の手本であるというふうに言われてるんですけど、それは全くの大嘘だというのが今日のメインテーマですね。ということでそうか話が長くなりましたけど、今日の昨日のですねメインテーマの表紙がこういうことです。それで現時点での視聴者数はツイキャスで402名様、YouTube で944ですが1346とこういうところですね。だいたい2、3000にはなるんですね、毎回。この表紙のおかげですよね。それと2つ目の最新のお知らせとして、明日水曜日、9月の11日の放送は久しぶりに普通日語放送となりますということです。いうことで、これをアップしますね。現時点での視聴者数1346名。それから明日の放送は普通日語放送となりますということですね。それから今日の画像ですけど、最初安倍晋三による海外ばらまき一覧ということで、昨日の特別会計の話の中で、安倍がこの7年間百数十カ国を回ってですねばらまいた金額は120兆円以上になると。これは一般会計からは到底出てこないですから、全て特別会計から
秘密裏に出されているということで、長州新聞だけなんですね、これを取り上げてるマスコミは。で、今日は新しくですね、重要情報再掲載重要情報というコラムを作りましたんで、これに、長州新聞が書いた2つの海外ばらまきに関する2つの記事を再掲したんですね。でその1つの記事の中に、掲載されてたのはこのばらまき一覧表ということで、ちょっと小さすぎて読めないんですけど、これは2013年、例えばベトナムにちょっと細かい字が読めないです。ベトナムに466億円の円借款と、ミャンマーに総額910億円の ODA と、中東北アフリカ諸国に総額2160億円の支援と、シリアの女性支援として3000億円の ODA と、シリア難民に59億円の追加支援、ASEAN に5年間で2兆円の ODA を表明、ラオスの国際空港ターミナル拡張支援等に90億円の円借款、ミャンマーに総額632億円の円借款、ベトナムに総額1000億円の円借款、ミャンマーの対日債務約5000億円を免除、要するに5000億円をチャラにしちゃったんですね。コートジボワールの対日債務205億円を免除、これも205億円をチャラにしたと。ギニアの対日債務100億円をチャラと。が2014年、モザンビークに700億円の ODA 表明、インドの地下鉄建設に2000億円の円借款、アメリカのリニア、構想に5000億円の融資、バングラデシュに6000億円の円借款、アフリカに5年間で最大3兆2000億円の支援約束、パプアニューギニアに3年間で200億円の ODA と、インドに5年間で3兆5000億円の官民投融資、キルギスに120億円の円借款、スリランカに137億円の円借款、気候変動サミットで1兆7400億円の途上国支援、エボラ出血熱対策として国連に総額49億円の追加支援、中東の治安安定化に55億円の緊急支援と、ガザ復興支援として22億円、ミャンマーに260億円の円借款、緑の気候基金 GCF に最大1800億円の拠出か、ヨルダンの気候変動対策等に24億4000万円の無償資金協力、2015年、エジプトに430億円の円借款、イスラム国対策などに3000億円、ヨルダンに難民対策として147億円の支援、モンゴールに368億5000万円の円借款、国連防災世界会議で4800億円の資金協力表明、スリランカの空港整備等に700億円の円借款、インドネシアの都市、高速鉄道等に1400億円の円借款、カンボジアの国土改修に192億円の円借款、エジプトのカイロ大学小児病増設に10億円の無償支援、チェルノブイリ支援で3億5000万円の無償資金協力、気候変動サミットで1億3000億円の途上国支援表明、シリア難民対策に7億円の無償資金協力、フィリピンのマニラ鉄道計画に2400億円の ODA、アジアインフラ整備に5年間で13兆2000億円の投資表明、パラオなど太平洋諸国へ、太平洋諸島か島へ550億円の財政支援、キルギスに136億円の ODA、中国の緑化事業を行う民間団体に100億円の支援、インドの、新幹線整備計画に1兆4000億円の円借款、2016年エジプトの電力インフラ
整備に411億円の ODA、東南アジアメコン流域諸国に3年間で7500億円の ODA、東ティモールに50億円の ODA、ウクライナに2000億円の経済支援、中東13カ国等に7800億円の安定支援、タイに110億円の無償資金協力、伊勢志摩サミットで発展途上国支援として20兆円規模の ODA 表明、カンボジアに220億円の円借款と無償資金協力、パナマのモノレール事業に3000億円の無償資金協力、ベトナムに219億円の ODA、ミャンマーに1000億円の円借款、ベトナムの鉄道事業に910億円の円借款表明、アフリカのインフラ整備等に3年間で3兆円の経済支援、エジプトの考古学建設高校博物館建設に500億円の支援、ケニアに10億円の無償資金協力、国連サミットで難民支援に2850億円に提出することを表明、キューバの対日債務1800億円のうち1200億円を免除、キューバの対医療機器整備に12億円の無償資金協力、ヨルダンに支援で300億円の円借款、フィリピンの農業支援に50億円の円借款、ミャンマーに5年間で ODA など8000億円の支援、途上国女性支援として3000億円以上の資金を供給することを表明、日立製作所が受注しているイギリスの原発に1兆円の支援、日露会談でロシアに対し3000億円の規模の経済協力、2017年フィリピンの地下鉄整備など5年間で1兆円規模の支援、インドネシアの海岸保全など740億円の円借款、アメリカの雇用創出のためインフラなど51兆円の投資、世界の貧困撲滅の発展途上国に1100億円の支援、日立がイギリスに建設する原発の事業費2兆円の保証を検討、インドに190億円の円借款と。これですよ。これが一切日本のマスコミは報道してないと。こういうなんか読んでて、頭がクラクラしてきますね。恐ろしいですねこれ。ということで今日の最初の画像はこれです。から2つ目の画像、安倍の諜報機関内閣トップの北村茂が日本版 NSC の責任者になったと。今回の内閣改造でこれが北村茂という官邸のアイヒマンと言われているやつですね。これは映画の新聞記者の中に登場する内庁のトップですよ。もともと警察公安官僚なんですね。から3つ目の画像がこの北村はじめの記事っていうのはリテラの記事なんですね。今日取り上げますけど、それから3つ目の記事が3つ目の画像ですか。3つ目の画像がこれですね。検官感情を煽り続けているのが元駐韓大使の武藤正俊と。なんか最近テレビに引っ張りだこみたいですね。いわゆる反韓国報道のいわゆる先導者みたいな感じで、2年間韓国の駐韓大使をしていたんです。とんでもないやつですねこれ。この3つです。今日の画像。
ということですね。皆さんからのコメント、アイヒマンというより、レーム、特別突撃隊の隊長レーム、途中で粛清されちゃうんですね。あまりにも実力を持ちすぎたということでヒトラーが消しちゃったんですね。から砂月さん、長州新聞、安倍晋三を海外に行かせるなという翔さん、恐ろしいということですね。からミルキーさん、コンティニューコインが2枚ですね。から翔さんがコンティニューコイン、いつもありがとうございますと。砂月さん、これは初めてのご覧の方へということで、山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団嵐行為あってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同ならツイッター連携で拡散共有をお願いしますということですね。からキララカットさんがコンティニューコイン2枚ですね。砂月さん、今日のメインテーマですね。ナンバー2ですね。から石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信スタートしましたと。からお茶ですね、配信ありがとうございます。それからこの放送の前ですね、砂月さん、略安倍氏は脅せば何でも言うことを聞く人間と見下されていると、メキシコ国境の壁の建設費まで、480億円が思いやり予算の中から流用されるということですね。ミルキーさん、10月16日、協定さんに決定と、行ける人は傍聴へ行ってくださいということですね。これは何の裁判なのかな。から砂月さん、国立天文台、軍事研究容認へと、とんでもないね、三鷹にあるんですよ、これね。から柴山文科省が入試改革を批判した現役高校生を脅し吊るし上げ、公選法違反と同喝と、学校の昼休みに政治の話とツイートしただけという。これ柴山っていうのは日本会議なんですね。これ日本会議そのもののあれですよ、国会議員ですよ。ということで翔さん、コンティニューコインいつもありがとうございます。はい、こっちはこっちか。から K さん、今日のメインテーマですね。マスコミは英国を民主主義のモデルと美化しているのは全くの嘘であるという今日のナンバー2ですね。ということです。で次に今日の一言ですね。これは昨日取り上げたハンギョレ新聞が韓国の検察が政権よりも強力な最高権力に浮上できた秘訣、これを詳しく説明している記事を昨日取り上げたんですけど、この中でですね、ポイントとなるようなところを今日の一言の中で、再度取り上げたんですね。で、1、人々の視線が超極法務部長官の任命に注がれている間、我々重要な問題を見逃していると。検察改革が政府でも実現不可能な状況になっていくという事実ということですね。で2番目、かつて、李承晩、イ・スンマン、パク・チョンヒの独裁時代、検察は政権内部で力のない機関に過ぎないだったと。権力の序列においても低い位置だったと。しかし、前途官チョン・ドゥファン、ノテウ、政府時代から軍部と警察を追い出し、政権の大奥総取締役のような存在に浮上したと。その後、キム・ヨンサム、キム・デジュン、キン・タイチュウ、ノムヒョン、イ・ミョンバク、パク・クネ政府を経て、ついに政権よりも強い検察としての地位を築いたと。政権には限りがあるが検察は無限だという言葉は単なるスローガンではないと。これがそうなんですね。
で3番目、任命職の検事で構成された検察組織が選出権力である政権よりも強力な最高権力に浮上できた秘訣は何かと。この20年間政権を乗りこなす神業を発揮してきた。政権を乗りこなす神業とは一体何なのかと。それは政権の全般には過去の政権の不正を熱心に捜査し、現政権の信任を得ると。政府と与党が検察の権限を直ちに減らすことができなくなると。そうですね。で、政権後半期には現政権の不正にメスを入れると。今度は野党が検察改革に反対するしかないと。政権が変わるたびにこのようなサイクルを繰り返し、改革を逃れる手法と。これが韓国検察がいつの間にか政権よりも強い最高権力として浮上した秘訣なんだということですね。だから政権の全般は過去の政権の腐敗を徹底的に追及して、その政権の信任を得るということなのね。で、政権の後半期にはその政権自体を不正にメスを入れると。これが今回のチョ・グク法務部長の任命なんですね。で、彼は検察改革をスローガンにして、法務いわゆる司法長官に任命されたんですね、昨日。で、それを阻止するために、韓国検察は彼のいわゆるスキャンダルを探し回って、そして、娘さんの入試を有利にするために、大学の教授であった彼の妻がでっち上げたと言われるなんか娘が表彰される表彰状かなんかを、偽造したという疑いで起訴しちゃったんですね。フン・ジェイン大統領が就任後、直ちに検察を改革せず、検察に弊害の清算の任務を与えたとき、すでに検察の神業は作動し始めたと。検察の論理からすると、ムン・ムイル検察総長、日本の検事総長とユン・ソクルソウル中央地検庁体制で行われた過去の政権の不正に対する捜査は赤兵生産ではなく、まさに政権を乗り壊す神業だったんだと。これ鋭い指摘ですね。これだから韓国の検察の最高権力者っていうのは検事総長にあたるムン・ムイル、それからその次席にあたるユン・ソクヨルソウル中央地検庁と、この2人なんですね。で、ユン・ソクル検察総長はどんな人物かと。検察内外の評価を総合すると危険な人のようだと。彼は検察主義者だと。彼のイデオロギーは保守でも進歩でもなく、まさに検察だからこそ危険だと。憲法裁判所によって解散が確定された統合進歩党や太極旗の部隊はそれでもまだ組織でなく価値を目指す集団ですと。ユン・ソクル検察総長の推薦と任命過程で多くの人がユン・ソクル検察総長体制の危険性を大統領に警告したと。現政権では権力型不正がありえないと確信しているムン・ジェイン大統領としては、原則的かつ強直な検察官を検察総長に任命するのに何のためらいもなかったんですよ。しかし検察は権力型不正だけでなく、まさにあらゆる不正を捜査できる強力な権限を持っていると。現実的に検察がその気になれば、ほとんどの人を捜査して拘束し起訴することができると。今行われている状況は検察主義者の検察総長がどれほど危険な存在かをよく示した。これですね。だから日本の検察の全くに通じますよね、これね。
日本の検察は韓国の検察の全般部分が一切ないんですね。前政権の不正を追及するどころかもみ消すと、そして現政権に寄り添うと、現政権を守るというところで、検察主義すらもないと、政権与党自民党をあくまでも守る番犬でしかないということで、韓国検察とは違いますね、これね。韓国検察のが独自の権力を持った最強権力主体となっているということでしょうね。土山純一さんがお茶爆10とコンティニューコイン2枚ですね。いつもありがとうございます。永田町改革ができなかった日本の民主党のわだちと砂月さん。K さん、安倍逮捕証言へ10月16日14日東京地裁を傍聴しようと。この裁判自体は何なんだろうね。何のあれかな。これは例のなんだろう、内乱予備罪で告発しましたよね。これが裁判になってることなんですかね。ちょっと分かんないですね。ということで、ぜひこのハンギョレの新聞ですね。これは非常に鋭い指摘ですね。これ、昨日も褒めましたけど、ハンギョレ新聞の記者がこのレベルの記事を書けるっていうのはすごいことですよね。学者にも書けないような鋭い洞察力を持った記者がいるんですね、ハンギョレにはね。日本にはいないんですね、残念ながら。この中で一番のあれは、政権の全般には過去の政権の不正、これですね。韓国検察の神業、前政権の不正を熱心に捜査し、現政権の信任を得ると。政府と与党が検察の権限を直ちに減らすことができなくなる。当然でしょうね。素晴らしいと絶賛するわけですね。でも検察は政権の後半になると、その政権を対象に、不正にメスを入れると。で、今度は野党が検察改革に反対するしかないということですね。で、政権が変わるたびにこのようなサイクルを繰り返し、改革を逃れる手法と。これですよ。から次に、今日の注目情報ですね。これはムン・ジェイン大統領がこのチェ・グク疑惑だけで任命しないなら悪い宣言になるだろうということで、大統領がなぜ疑惑を追及されているチェ・ググを新任の法務部長官に任命したのかっていうのを自ら説明している記事がハンギョレ新聞に載ってましたんで、これを今日の注目情報として取り上げます。それはそうですよね。いわゆる疑惑が指摘されただけで、重要な検察改革を行うために、法務部長官に任命しようとした人物を
疑惑が指摘されただけで、任命しないというのは悪い先例になるというのは正しいですよね。ということです。今日の注目情報ですね。ハンギョレです。そして新しく最慶重要記事というコラムを作りましたので、先ほど言いましたように長州新聞の2つのいわゆる安倍の海外ばらまき120兆円、この記事をですね、再掲します。一つはまたばらまいた、今度は途上国に、これじゃない、こっちだ。いいのか。2つあるんですね。またばらまいた、今度は途上国に3300億円、就任以来120兆円超えということで、2017年12月19日の長州新聞なんですね。120兆円超えてるんですよ。マスコミは一切言わないですけど、こんなことが許されると。国内では貧困のために自殺したり、あるいは飢えで死ぬ人間がいるわけですよね。そういう人たち一切顧みず、海外に湯水のように金をばらまいていると。それも国会の審議を一切経ず、国民の信託も一切得ずに、秘密の財布である特別会計から湯水のように使っていると。そのことを誰も正面切って批判しないと。マスコミはどこもこのことを報道しないと。国民の資産でしょ、国民のお金でしょ、結局120兆円海外にばらまいたやつ。この2つですね。で、次は今日の推奨本の朗読ですね。ジム・ロジャーズさん、これですね。日本への警告ということで、今日は第17回目の朗読。第2章、日本人が今克服すべき課題。今日は50代の日本人は国外投資に目を向けようという投資の話ですね。彼は投資家ですからね。ということで、ここを読みますね。3ページかな。50代の日本人は国外投資に目を向けようと。日本人にとって日本国外に投資することは極めて重要だと。日本国内にはほとんどの資金を保有している日本人は早急に資金を海外に移すことを考えた方がいいだろうと。日本で貯めてきた貯金と政府からの年金を老後資金の当てにしている人は甘いと言わざるを得ないと。日本政府が今後も紙幣を刷り続けているのであれば、日本円の価値は相対的に落ちるからだと。年金も額面として受給できたとしても、その価値は保証されたものではないと。日本人は財政破綻した旧ソ連による年金が急速なインフレに伴いほとんどの価値を失ったことを思い出すべきだろうと。もし日本で住宅を購入しているのであれば、売却して海外に移住するか資金を移すことを私は勧めたい。しかし昔の考え方で凝り固まった日本人には難しいかもしれないと。日本の一般の人々が危機を感じるにはまだしばらく時間がかかるだろうから、私の意見が極端に燃える日本人もいるはずだと。そうであればまず日本で今の仕事を続けながら他の国を訪ねてみることから始めてはどうだろうかと。たとえ日系人の多いブラジルのような国に現段階では日本円はブラジルのレアルに比較して高いから、日本人はブラジルで豊かに過ごすことができると。これが20年後になるとそうはいかないと。すでに記した通り、日本円の価値は今後下落する上、老齢化により身動きが取れなくなっていくからだと。
別にブラジルでなくとも構わないが、日本にとどまっている人々はできるだけ早いうちに海外に身を置くことを経験しておいた方がいいと。短期間であれば海外に滞在すると自分の中でその国の存在感が増してくるものだと。もしブラジルに旅行したのであれば、日本に戻ってからもブラジルのことが気にかかるようになるだろうと。これは将来の移住につながるステップにもなり得ると。また旅行をきっかけにその国の情報を得るようになると、投資で失敗する確率は減る。投資を成功させるための考え方は第5章で詳しく触れるが、大切なのは投資先の情報をリサーチすることにあるからだと。例えばブラジルを訪れたことのある日本人は、訪れたことのない日本人よりも見込みのあるブラジル株を見つけることができるだろうと。このようにしてうまく日本から国外に資産をシフトすることができれば、いっそのことリタイアをして海外に移住してみるといった方法も取りやすくなると。長期間海外に滞在すれば、日本で負担していた住民税や国民健康保険料などの負担を逃れることができ、さらに今まだ多くの国は日本よりも物価が低いため、日本で暮らすよりも豊かな人生を送ることができるだろうと。私のようにいつもどっかを転々とするような人生はとても楽しいものだと。妻のペイジは私のことを放浪者のようだと言うが、実際人生を通してそのように動いてきたと思うと。もし私と同じようなタイプの日本人であれば、この世界では素晴らしい人生を送ることができるというのが今日の部分ですね。確かに円の価値がどんどん下がるから、相対的に海外に移住できなくてもですね、海外に資産を移すという選択肢はあってもいいですね。すべて日本で自己完結するというのが従来の発想なんですけど、それがもう通用しなくなるということを言ってるわけですよね。翔さん、精神科の先生は安倍晋三はおそらくサイコパスであろうと診断してます。そうですよ、サイコパスですよ。サイコパスというのは社会的性のない、精神、異常者なんですよね。だからいわゆる精神病サイコパスの人間に最高権力が与えられちゃってるというのが日本の悲劇なんですね。日本国民の悲劇なんですね。反社会的精神異常者とサイコパス。だからサイコパスの特徴として嘘を平気でつくっていうのがあるんですね。それから絶対、自分の誤りを認めないと。常に他人のせいにすると。それから他の人に対する同情心というのは一切ないですね。非常に冷たいんですよね。嘘を平気でつくと。から自己弁護に長けているというサイコパス、サイコパスの特徴っていうのを取り上げたことありますんで、今度再掲してみますかね。まさにそうですよ、サイコパスですよ。砂月さん、内調が新治療のスキャンダルを掘り返していて、過去の女性関係ボロボロ出ていると。いざとなれば潰されると。そうでしょうね。なんか内閣入閣するんですかね、予想通り。砂月さん、韓国は頻繁な政権交代が日本にはまだたまにしかないと。官僚と政権の日本会議でつながっているとですね。
ということです。そして今日のメインテーマですね。マスコミが記事の中で隠す重大な秘密は何かと。ナンバー2、マスコミは英国を民主主義のモデルと美化しているが全くの嘘であるというのが今日のメインテーマです。で、昨日のナンバー1の続きですね。3番目ですね。ジョンソン A 首相が合意なき EU 離脱を強行するために議会内の反対勢力を封じ込めるために国会を10月13日まで一方的に閉会したという記事なんですね。これは日経新聞の8月29日、A ジョンソン政権異例の議会封じと EU 離脱へ強硬策ということなんですね。で、この記事は欧州連合 EU 間の合意がなくても10月末に離脱すると主張する英国のジョンソン首相が28日、掟破りの機種に出たと。9月9日の週から約1ヶ月間、英議会を閉会することを決定、合意なき離脱の阻止を狙う英議会の勢力を封じ込める狙いと。10月末の離脱期限まであと2ヶ月と迫る中で合意なき離脱を回避する道は一段と迫ってきたと。で、以下略なんですね。で、この記事には、以下は私のコメントです。この記事にはなぜジョンソン首相が一方的に国会を1ヶ月以上も閉会できたのかの説明がないと。すなわち英国の首相は国会の召集権を独占的に持っているということが隠されているんですね。で、かつて英国の首相は国会の召集権とともに国会、下院の解散権を独占的に持ってたんですね。でも2012年に当時のキャメロン保守党首相が自由党との連立政権を開始するにあたり、もしも自由党の党首が首相になった場合、この解散権を振り回す危険性があるということで、自らですね、国会会期期限法っていうのを、限定法っていうのを作って成立させちゃったんですね。で、その時から英国の首相には国会の解散権がなくなっちゃったんですね。ですからそれ以降英国では下院の総選挙っていうのは5年の任期終了ごとに行われるということで、前回が2017年ですから次は2022年というふうになってまともになったんですけど、ただ今回ジョンソンが利用したいわゆる国会の召集権というのはまだ持ってるんですね。で、翻って日本にはですね、この間説明してますように憲法第7条天皇の国事行為という項目の中に、第2項国会の召集、第3項国会を召集すると、から第3項衆議院を解散するという規定があるんですね。その規定を自民党は利用して、都合の悪いことを国会で議論させないために、委員会を開かないと、国会を召集しないということをしていると。そしてさらに悪いことには首相には内閣総理大臣に衆議院の解散権があり、それは首相の専権事項であるという大嘘をついて憲法第41条の規定、国会は国権の最高機関であるという規定に違反した憲法第7条の3項の規定を常に持ち出すんですね。あまり持ち出さないんですけど、背後にはこれがあるからということなんですけど、私が言ってるようにこの第2項と第3項は天皇の国事行為ではなくて国政行為の文言にすり替えられちゃってるんだということなんですね。で、他の項目、憲法第7条の第1項2項3項を除いた他の全ての項目はいわゆる
国政行為ではなくて国事行為で象徴的ないわゆる交付するとか宣言するとか、あるいは切授するとか、あるいは勲章を与えるとか、あるいは大使を切授するとか等々のいわゆる国事行為になってるんですけど、2条と2項と3項だけが国政行為の文言にすり替えられていると。これこそが日本国憲法の隠された時限爆弾だということをずっと言ってるんですけど、イギリスでもまさに、首相が国会の召集権を独占的に握っちゃってるから、このようなジョンソンみたいなことが許されるんですよね。1ヶ月も都合が悪いから1ヶ月も議会を閉じちゃうということが公然と行われる根拠っていうのは、首相に国会の召集権が与えられているということなんですけど、この記事には一切そのことが書かれてないということなんですね。で、今日の記事に戻りますけど、マスコミは英国は民主主義、議会制民主主義のモデル国家と美化しているが、これは全くの嘘だと。その理由として英国には国民が知るべき国の最高法規である単一の成文憲法が存在しないと。これなんですね。憲法がないんですよ、成文憲法が。今までの議会が決定した決議とか、あるいは法律とか、あるいは慣習とか国際条約とか等々の寄せ集めなんですね。だから一般国民にとって成文憲法、単一の成文憲法としての成文憲法がないということは一体どういうことかということなんですね。で、英国の憲法は議会の決議や法律、裁判所の判例、国際条約、習慣等のうち国家の性格を規定するものの集合体であるが、国民がその内容全てを知ることは不可能なんですよ。したがって単一の成文憲法を持たない英国民は、民主国家の憲法が規定する民主主義の意味、主権在民の意味、個人の自由と基本的人権の尊重の意味、あるいは隣国との平和共存の意味など基本原則を知らないで、そのまま無知の状態に置かれているということなんですね。すなわち英国民は憲法の基本原則を知らない、あるいは知らされてない無知な国民状態に置かれていると。そのことを誰も問題にしてないという驚くべき非民主的な国家なんですね、実は。でかつて2007年から2010年の4年間3年間か7、8、9、10、4年間首相を務めた保守党の労働党のゴードン・ブラウン労働党首相で、ブレアの次の首相になった労働党政権のマシな首相なんですけど、彼はイギリスにも成文憲法法典が必要だと。で自分の政権下で実現したいというふうに言ってたんですけど、結局実現できなかったんですね。で米国はマスコミが美化する民主主義や主権在民の国ではなく、全くなく、貴族階級と金融マフィアなど特権階級が支配する民主国家を偽装した王政独裁国家なんだと。だからエリザベス女王が最終的には決定権を持っているというとんでもない国なんですね、これ。それでこの今日のブログ記事の最後にですね、イギリスの憲法を構成する主要な成分法、これウィキペディアに載ってたんで、それを列挙したんですね。すごい数ですよこれ一番最初はマグナカルタですね。自由の大憲章という1297年、
ここから始まって、権利の請願1628年、権利の昇天1688年、1689年スコットランド議会で制定された権利の要求とかですね、だーっとあって全部でいくつなんですかね、これ。1234567891011121330か40あるんですよ、これ。30か40あるイギリスの憲法を構成する成文法、こんなもん一般国民がいちいち読むはずないですよね。理解するはずないですよね。ということは、統一した成文憲法がない英国の国民っていうのは、近代国家のが当然持つ単一の成文憲法が規定するいわゆる基本原則ですね、民主主義あるいは主権在民あるいは個人の自由と基本的人権の尊重とか隣国との共和相存平和的共存とか等々の基本原則を知らないまま無知の状態で置かれて、なんでこのイギリスが民主主義あるいは議会制民主主義のモデル国家なんだと、これは完全に嘘だろうということなんですね。レイさん、サイコパス首相打倒ですね。サイコパス安倍晋三ツイッターでということですね。K さん、ツイッターの言うハッシュだということなんですね、今日の。だからイギリスはとんでもない国なんですね。よく考えてみたらまともな成文憲法がないと。だから一般国民はほとんど自分が日本ではこの日本国憲法っていうのがあって、これを読めばですね、憲法の基本原則っていうのが分かるわけですよね。でもイギリスにはこういうのがないんですよ。30か40のマグナカルタ1269年かなんかにできたマグナカルタ97年か、1297年ってことは何？900年前800年前、こんなものを読む英国民っているんですか？権利の請願とか権利の昇天とか。要するにいわゆるこの成文憲法のない英国では法律憲法に関して成文憲法がないですから、今までの議会の決定とか請願とか裁判所の判決とか等々の寄せ集めしかないと。ということは一般国民ではなくて、いわゆる法律に詳しい弁護士とか裁判官とか検察官とか法曹関係者が力を持つ国なんですよね。一般国民は完全に、除外されちゃってるという恐ろしい国なんですよね。それがなんで、民主主義あるいは議会制民主主義のモデル国家なんだというふうにマスコミは言うのということですね。ダイアナ妃の出身も貴族、いまだに貴族。そうですよ。だってアメリカの議会っていうのは上院と下院っていうふうに言われてますけど、正式の名称は上院は貴族院なんですよ。下院は庶民院ですよ。貴族院は庶民院よりも議員の数が多いんですよね。780名かな。で下院である庶民院の議員の数は680名で少ないんですね。
そして貴族院はまさに貴族なんですよ。選挙がないんですよ。政府が貴族の称号を与えて、自動的に貴族院の議員にさせるか、あるいはエリザベス女王が貴族の称号を与えて、貴族院の議員にするか、2つしかないよね。だから一般の選挙で選ばれた人間が上院の議員になるんじゃないんですよ。貴族院なんですよ。で下院が庶民院なんですよ。だから完全に階級社会ですね、イギリスは。成文憲法のない民主国家を偽装した王政貴族社会、独裁社会と、それを金融支配しているのがロシアイドという構図でしょうね。ということで今日のメインテーマはそういうことで、もう1時間過ぎてですね、66分42秒ですね。閲覧される方が同時期で37名様、全体で126名様、コメントが31件ですね。ということです。それじゃあ今日のメインテーマのポイントだけアップしますね。で記事として 3つ目の記事ですね。ジョンソン英国首相が一方的に国会を1ヶ月も休会させたという、これ日経の記事ですね。こんなことが平気で行われる国が民主主義国家なのと、嘘でしょ。でこの日経の記事は奇策を用いたと、掟破りの奇策に出たって、掟破りじゃないんですよ。国会の召集権を認めてるんですよ、首相に。だからこの記事にはジョンソン首相が一方的に国会を1ヶ月以上閉会できる、なぜできるのかという奇策を、禁じ手の奇策を用いたというふうにしか書いてないんですね。奇策じゃ何でもなくて、首相に与えられた国会の召集権を使っただけなんですね。そのことを何で書かないのと。で、かつて英国の首相には解散権が与えられたんですね。でもそれをキャメロンが自由党との連立政権発足にあたって、もしも自由党から首相が出た場合、この国会解散権を乱用して、独裁体制を取るんじゃないかという危惧を彼は持って、議会期限限定法、国会会期限定法っていうのを成立させたんですね。それ以降下院の任期5年が終了して自動的に総選挙すると、こういうふうになったんですね。まともになったんですね。でそれ以降英国では5年ごとの総選挙が行われるというふうになったんですね。二町さんお茶ですね。でマスコミは英国は民主主義あるいは議会民主主義のモデル国家であると美化しているが、これは全くの嘘であると。その
最大の理由。単一の成文憲法が存在しないと。寄せ集めしかないと。英国の憲法は議会決議や法律、裁判所の判例、国際条約、習慣等のうち国家の性格を規定するものの集合体であると。こんなもん一般国民が知るはずないですよね。したがって単一成文法を持たない英国民は民主国家の憲法が提起する民主主義とか主権在民とか個人の自由と基本的人権の尊重とか隣国との平和共存などの基本原則を知らないままに置かれていると。恐ろしい状態にいるんですね。すなわち英国民は憲法の基本原則を知らない、知らされてない無知な国民状態に置かれており、そのことを誰も問題にしてないと。でかつて、2007年から10年4年間首相を務めたブラウン労働党首相はイギリスには成文憲法法典が必要だとして、自分の政権下で、実現すると公約したんですけど実現できなかったというようなね。だから英国っていうのはマスコミが美化する民主主義や主権在民の国では全くなく、貴族階級と金融マフィアなど特権階級が支配する民主国家を偽装した王政独裁国家なんだと。最終的にはエリザベス女王が承認しないと何も始まらないというとんでもない国なんですね。で下記に列挙するイギリスの憲法を構成する主要な成文法を理解している国民はおそらく一人もいないだろうと笑っちゃうよね。しかしね、1297年のマグナカルタまで遡っちゃうんですよ。これはウィキペディアからの抜粋なんですね。マグナカルタ、自由の大憲章とですね、マグナカルタ。それから権利の請願、権利の昇天、1628年、1688年。それからスコットランド議会で制定された権利の要求と。だこの時代の議会って言ったらいわゆる王様と対立している貴族たちの争いでしかないですね。ですから自由の昇天とか権利の請願とかの言っても自由とか権利っていうのは貴族階級の
対王政に対する権利の要求、権利の請願でしかないんですね。一般庶民の自由とか権利を謳ったもんではないんですよね。それがずっと続いてるわけですよ。だから結局イギリスも王政を打倒しない限り成文憲法できないでしょうね。だからブラウン首相がイギリスにも成文憲法が必要だというふうに、言ってですね、自分の政権下で作るんだというふうにやったんですけど、できなかった理由っていうのはそうなんですよ。王政と結びついてるからできないんですよ。王政打倒の政党ってないですかね、イギリス。王政はいらないよと。天皇制はいらないよと同じなんですよね。これちょっと全部はアップできませんので、このぐらいでやめますけどね。こういうものをいちいちチェックしてる国民なんか誰もいないですよね。ロビン・フットの貴族と。そうなんですよ。だからイギリスの憲法、成文憲法ではない、要するに寄せ集め、マグナカルタから始まった議会と王様との対立の中で議会が勝ち取ってきた自由権利というのはあくまでも貴族階級の自由であり権利であると、その寄せ集めでしかないんですね。だからフランス革命でいわゆる、人権宣言というのをやったのと全く違うんですよね。あくまでも貴族階級のための自由であり貴族階級のための権利を保障するのが現在のイギリスの憲法、寄せ集め憲法だということなんで、それをやめて、いわゆる一般国民の権利、義務、権利とか基本的人権等々を保障する、いわゆる近代国家の持つ単一の成文憲法を作るには王政を打倒しない限りダメなんですね。だからブラウン首相ができなかったっていうのは王政だと言わなかった、王政を打倒しなかったからですよ。ということです。恐ろしい国ですね、イギリスっていうのはね。延々と続くんですよ、これ。で、最後は2013年の王位継承法っていうのがあるんですね。Succession to the Crown Act。だから全部王政なんですよ。ということです。これでナンバー2が終わりですね。ナンバー3に続くということで、これはまあコラムとして今後もやっていくことなんですね。取り上げると思います。1時間19分ですね。今日のトピックス。これはChange ORG でキャンペーンで杉田水脈がパリで9月9日に日本館、大学都市の日本館で講演するというふうに告知したことに対してキャンペーンを張ったんですね。反対と。そしたら結局杉田水脈はキャンセルしたんですね。それでなんか秘密裏に在パリの有志たちとこじんまりにどっかで開いたか、あるいは開かなかったかというところまで追い込んだんですね。このキャンペーンの進捗状況のメールで終了のお知らせということで、変更する旨の文書を掲載しましたということで、結局粉砕したんですよ、キャンペーンで。
それで彼女のなんか公式ブログで、言い訳をしてるというんで、これが彼女の公式ブログなんですね。とんでもないやつが国会議員になってるんですよ。日本の恥だよね、これね。これがあれか、言い訳、妨害されたために当初の予定を変更しますということですね。から2つ目のトピックス、世界で40秒に1人が自殺と、年間80万人近くが自殺していると WHO の報告ということですね。すごいですね。40秒に1人が自殺しているという。それからモスクワの市長選で野党勢力が躍進したと、与党の統一ロシアが大苦戦したということで、それはそうですよね。もうプーチンの独裁政権はもう限界でしょうね。からアメリカの大統領選挙で、民主党バイデンが安定リードしていると。ただ76歳なんで、今後は彼の高齢問題が焦点になるということで、第2位がサンダース、第3位が女性のウォーレンということなんですね。で、世論調査だと、バイデンがいくつ数字が出てない。さっき見たんだけど、そっか、これだ。サンダースが 19%。で、バイデンが 29%。サンダースが 18%。で、ウォーレンが 18%ということで、だから、サンダースとウォーレンが、ウォーレンに、統一すれば、バイデンに勝つんですね。から3番目、テレビが徴用する武藤元中間大使は元徴用工訴訟の利害当事者だと。三菱重工の顧問をずっとやってたと。とんでもないやつが、東大法学部でしょ、こいつも。だからろくでもないですね、東大法学部出身者っていうのは。あんなの改定すべきだよね。今日の重要情報、安倍の暴力機関内調トップの北村一が日本版 NSC 責任者にと。映画で松坂桃李が演じた暴略が安全保障で駆使される恐怖ということで、リテラですね。これもなかなかいい記事ですよね。このぐらい大手マスコミ書けよって言うんだよね。マイナス5。ということで今日の放送、火曜日の放送はこれで終わりですね。
時間がやはり1時間半ギリギリですね、1時間25分57秒と視聴される方が同時期で41名様、計164名様、コメントが70件というところで、今日もたくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとギフトいただきました。ありがとうございました。ということで、明日水曜日は普通日語放送を久しぶりでやりますので、もしよろしければまた合流してくださいということですね。砂月さん、バイデンはウクライナネオナチのクーデターの時に息子が名前が本当、砂月さんです。お疲れ様でしたということで、お疲れ様でした。今日の放送これで終わります。現在日本時間で夜の10時44分ですね。ということで、お疲れ様でした。また明日ですね、終わります。